そうですね、バーバリツは、20メートル ×60 メートルの長方形の、アリーナがありまして、その中で、決められた、項目、要はこのポイントで、止まりなさいとか、このポイントでは半円を描きなさいとか、図形を描きなさい、そういうのを規定通りに正確に行うというようなのが、バーバリツ、特に規定の科目ですね。それに対して、自由演技といって音楽とつけて、要はフィギュアスケートみたいなんですよね。音楽を織り交ぜながら、決められたその規定を、その中に盛り込んで、自由に行うのが自由演技、大きく分けると2つになっています。いや、出してません。音楽は提出しますけれども、それは自分とその自分の馬の好みだとか、やりやすい状態で、いろいろ組み合わせて構う。審判が見ててやりそうだな、でもできなかったなっていうのは審判もプロなんて見たら分かりますけど、ただ自由演技の場合はその分それを他のところで取り返すべくもう一回やったりだとか、そういうのは許されてるんで、そうやってもう一回やった場合にはそっちのも加点される場合があります。バーバリ率はルールが分かれば非常に面白いと思うんだけど、ただやっぱりそういう動きが何の動きをしてるのかっていうのを理解しないと、多分静かな動きなんで飽きてきてしまうのかもしれない3種類の歩法の違いとあと正確さと、あとその抑揚だったりとか、あとベースの動きですね。ベースの動きというのはその波足も速足も駆け足もどれだけ活発で歩幅が大きかったりだとか優雅に見えたりだとか、そういうベースが高いと同じ正確な演技をしててもスタートの点数が高くなる、いわゆる基礎点。あれは馬にその環境を慣らす目的が一番です。ですからそれが必要ない人は馬場の周りを回らないし、むしろ馬が馬場の周りを回ることで逆に緊張してしまうような馬の場合は入り口の近くで待機してて鐘が鳴るのを待って、それでスタートする。それはもう戦略です。鐘が鳴るのは入場していいですよという合図ですんで、鐘が鳴ってから45秒以内に入場しないと減点になってしまうんで、45秒以内に入場しなければいけないというようなことです。そうですね、準備ができたなというか、選手の準備じゃなくて審査する側が準備ができる。グラウンドのコンディションが大丈夫だとか、各審査員が次の馬の前の馬の審査が全て終わって次の馬の審査ができますよというのが全部整った時に主審が鐘を鳴らします。入場してきていいですよと。ただ選手もやはりなるべく自分が入りやすいところで待機してたりだとか、いつ鐘が鳴らされてもいいように準備をしやすいところにいるっていうのが、選手としての準備ですね。